奥から来たやつが前に。これでギュッとこっちに来たよ。え、16000リツイート卒業や。こんなん個性とかそんなんじゃない。顔がめちゃくちゃなだけ。俺がもしこの握りで書くんやったら、ってやってると思う。なんで目線が合ってないかって。はい、簡単な話よ。勢いがねえ。みんなさ、この動きやるやん。これな、キャラクターの前に出てる感じするエフェクトが。見えへんよな。横からまた説明するけど、こうなって、こういう風の流れみたいなのを作ってるわけやろ。でも、全然なんか体にまとってる感じせえへんやん。それがダメ。でな、今これ足手前に出てんのに、膝を前に出して走ってるようにせんなあかんのに、一番前に出るところを消してしまってるせいで前に出てるように見えんの。この足が前に出てますっていう証拠が欲しいね。じゃあ前に出てる証拠っていうのは、ここまで書けなきゃわからんの。で、言ったこのエフェクトを一旦消します。奥から来たやつが前に。で、体にまとわりついてるようにする。これで、ギュッとこっちに来たやろなんかわからんやん、これ。さあ、走りましたみたいな感じで、ボッシュートみたいな感じやん。今これバッてこうやってるけど、もう次これ見えたら床に落ちていってるみたいやろ。こういうことよ。次、西野。まずな、顔がめちゃくちゃや。こう輪郭を描いてしまったのであれば、顔の真ん中はここなんや。ぐちゃぐちゃ。こんなん個性とかそんなんじゃない。顔がめちゃくちゃなだけ。全然正しい位置にないだけやねん。これ輪郭が斜めじゃないねんから。正確に大きすぎると確かに可愛くないねん。人間っていうのはそもそも正確についてないからな。多少のズレはあんねん。多少のズレはあるけど、そこは手書きしたらええねん。でもね、もう明らかに違うもんと違うもん、別次元の存在をつけてるとそれはダメなの。そうは見えんの。まだこっちの方がマシちゃうかい。で、ハイライトはね、ガチャ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 つけすぎない。もっとまとめていい。はい。ほら、どうもこれ。福笑いみたいになってモテるやろこうやると。こんな顔歪んでたっけって思ったやろ。目とかはみ出してるやろ。最初パッと見た時そんな思わんかったけどってなったけど、なっとるやろ。最初に俺これにしか見えてないねんで。俺には化け物にしか見えてなかったよ。おかしいもん。こういうことなの。君たちの本当の心は化け物に見えてんのよ、君たち。はい、次。ほんとな。みんな化け物に見えてるくせしてな。下手とか言うのどうなんですかって言うけど。下手なんか言うの化け物に見えるって言ってたけど。次は、まみおくん。デクくんな。顔がな、視界に入ってないね。だいたい見るところってここやね。この辺りやね、範囲的に。この辺りに顔の面積がもっと入ってないと、みんなパッと見て体しか見えてないやろ。一回消すで。パッて見た時にさ、背中しか見えへん。そうなってくると評価ガタ落ちすんのよ。まずは顔は見える範囲に置いとかな。じゃあ、この辺りやったりすると、顔も背中もなんか一緒に見れるようになったやろ。だいぶ見やすくないこれで。これと、これやったらほら。だから、この、だいたいこの真ん中っていうエリアっていうのはすごい大事なのよ。で、人はどうしても顔を見るわけよ。だから、もっと見やすい位置に置いときましょうねっていうお話。はい、次。あ、なんか、もっと見るとこあるんちゃうの？あれ影とか違和感ないのかなとかなんか言ってる人いると思うねんけど、そんなんじゃない。全部直したらキリがないから。そんなんじゃないねん。はい、次。うさぎくん。うさぎくんのやつは、影が汚い。というより、わからん。この辺でネネチの影なんかなって思うねんけど、絶対に伝わらん。説明がつかないから。例えば、なんかこの、今これをな、ちょっと視点を変えるで。ここにラミーちゃんがいてるわけやん。で、ネネチが、こういう立ち位置なんかな。で、このネネチの影が、これに全部当たってるってことやろ。このワンルームで、そんなこと起こるかという話。これは、ちょっともうある程度かけてる子やからこんな説明するけど、ここ、二人部屋やから、だいたい何畳ぐらいかなってなってくると、これぐらい部屋でかいと思うのよ。8畳ぐらいやな、これな。じゃあ、ここにさ、ライトついてたらさ、ならんやろ。で、なおかつ、テレビちっちゃすぎひんか。パソコンやったらまあわかるかなって言うけど、テレビ台とかもそうやねんけど、ここの高さを割り出してみよう。コンセントよりちょっと高いぐらいで、これ。ラミちゃんの足で言うとこれぐらいしかないわけや。こんなテレビボードあるか？とにかくね、いろいろちっちゃいね。背景のものが。で、影をつけてるせいで、覆いかぶさってるような影やのに全体的に落ちてないやん。こんだけくっきりシルエットが出てるような影なのに、ここが明るかったり、ここが明るかったり、ここだけ唐突に明るかったりで、意味がわからへん。こんだけくっきり残る影っていうんやったら、すっごい強い光で、ちっともう影を隠さんなあかんのに、なぜか明るいところが点々とあると。だから説明がつかないの。だからこれだったら影を落とさない方がいい。まあそういうことよ。次、豚麺馬を。このイラストで変なところは、まあ握り方とかやな。おかゆんこんな風に掴むかなって話。すげえこれ男らしく掴んでるやん。そうじゃなくて、つまむみたいにする方が自然じゃないって話ね。こんな感じの方が動き的に自然じゃない。女の子らしく。これやったら内臓飛び出してまうやん。ってやったら。俺がもしこの握りで描くんやったら、ってやってると思う。だから、猫のイメージとかにやったらこんな感じでね、描いた方がね、絶対面白いと思う。はい、次行きましょう。これね、ドラゴン桜が。わかってる？ドラゴン桜。はい。ジョリオくんですね。あ、いつものお約束ですね。はい。目線があっとらんですね。終わり。終了って言いたいところやねんけど、まあ、もうちょっとやろうか。まあ、いつも通りやな。なんで目線が合ってないかって？はい、簡単な話よ。目っちゅうのはな、こうあるでしょ？
正面向きの目だと思ってくれたらいいのよ。ね。この目だったらこっち向いてるように見えるよね。真正面向いてるように見えるよね。で、こっちやったら、なんか横向いてるように見えるよね。こっちやったら右側向いてるように見えるよね。簡単やね。ぐる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 してるよね、こうやって。こうやって目動いてるように見えるよね。じゃあ、なんでそれで見えるかっていうと、この白い割合よ。白い割合。この今、青くなった割合で、僕たちってのは判断してるのよ。だからこれってのは、斜め向こうが、上向こうが、下向こうが、それは大して変わらへん。だから、この子って今斜め向いてるよな。向き的には斜め向いとるよな。こっち向いとるよな、こっち側。こっち側向いてんのに、ほら、左右同じような割合してるよな。こことここ。だからこの子は、こっち側向いてるように見えんへん。この顔の向きの正面側を向いてるっていう風に見えてんの。だから、ほら、こうしたらこっち向いてるやろ？これだけや。はい。簡単ですね。こんだけちょっとずれただけで、こっち向いたって感じになるやろ？まあ次。16000リツイート？卒業や。もう卒業。16000リツイートになってるこれ。卒業や。俺、16000リツイートなんか取ったことあったかな？取ったことあったわ。そうだな。肩幅が若干広すぎるように見える。この部分あるじゃん。この脇ついてる部分がね、ちょっと外側に行き過ぎてるところがあるな。で、湯気のせいで、まんべんなくかかってるから、団長の胸の割にはあんまりでかいイメージがこの辺なくない？これバリアード状態になってるわけよ。ここが急に平たく見えてないかい？そういう部分だな。ここが伸びてるから、さっきの状態だったりすると、この辺りから繋がってるように見えるから、団長の胸が膨らんでるって感じがしない。サイで伸びとるやないかーいっていうね。で、ここも一応ぐるっと回ってからね、骨があって、よいしょ。で、ここの湯気を一旦消そう。団長の胸はでけえから、胸の膨らみに負けちまってるみたいな。で、ただ単にこう丸じゃなくて、溜まりができるような。溜まってちょっと乗ってるイメージだな。こうするだけで、こんな感じ。なんかでかく。あんまりシルエット変わってはないけど、でかくはなってる。際のところとかにこういう影を入れてあげると、胸がね、抑えられてるような雰囲気が出るわけ。まあそういうところかな。はい。終わり。次。あまたの女の子を化け物にしてしまいました。懺悔します。それは懺悔だ。掲げ先生の添削を見すぎて勘違いして友達の絵を勝手に添削しちゃったことを後悔します。犯人お前か。こいつか、犯人は。こいつがもしあっとかなって。炙り出したぞ。中学生絵師を全員ブロックしました。しょうもなすぎる。すっげえしょうもない。今後いくらでも生まれてくる。秋で上手いやつなんてゴロゴロいるからな。こんなん中学生だろうが何だろうが関係あらへん。だって、新しく、毎日のように絵描く子って生まれてるからさ。今日かって何千人の中学生絵師が生まれてるよ。何千何万の中学生絵師が。なんで年下の神絵師ばっか多いんでしょうか？いや、君たちがそれしか見てないだけやろ。てか、年齢知らんやん。である程度いった人ってさ、もうそれって恥ずかしいって思うわけよ。年齢なんかどうでもいいわってなんだよ、結局。だから、年齢でマウント取れる奴らっていうのは、俺中学生やからこんだけ上手いんやけどすごいっていうのは、その時期しか使えへん。でも絵描いてって成長していったら、そんなことはマジで無駄やなと。叩き潰されるからな。自分よりもっと上手い人なんていくらでもいるってことがまだ知らんねんわけ。これそもそも神絵師っていうのがようわからんからな。神と認めてしまうから神絵師なんやろ？ガキ絵師でええやんけ、そんなに。中学生で嫉妬するんじゃなくて、その、多分ガキ絵師やねんか。自分が勝手に神とか言っちゃうからかね。多分ガキ絵師やねんよ。で、そのな、君たちが、その中学生絵師だとか言ってたってやつも、何年後か経ったら同じこと言ってるから。本当に同じこと言ってるから。永遠に終わらない連鎖。無駄。先生や親、クラスメイトに個性がないねといった内容のことを言われます。あ、それな、すごくええこと教えたろか。個性がないやつに、個性って見えへんのよ。個性って何なのか分かってないから、個性って見えないの。みんなよく言われへん。なんか、同じゲームばっかやってるだとかさ、また似たようなアニメ見てとかさ、あれっていうのは、その人たちの個性が一つ一つ知ってる人じゃないと、あれって個性って伝わらへん。だから、その子だって絵描いてないやん。あと、個性的だからって何がいいの？個性的ってなんかいいことなの？個性的ってなんか利益あるんですか？ないよね。個性がないなんていうのは、秋でどうでもいいです。あと他の人知らんかったらさ、その人のオリジナルになるやん。わかる？比較対象がなかったら、その人やんか。似たような明るい友達はいるかもしれへんけど、俺の友達で明るいのはお前だけやんっていうのがあるじゃん。
アートディレクターさんの赤ペンの添削があまりにも作画に崩壊してて、ただ君アートディレクターじゃないもん。あ、じゃあディレクションしてるから、監督の指示には従いましょう。相手を納得させれんかったらダメよ。だって、その話聞いて、君が本当になんか崩壊してないか、わからへん。金井先生のデッサンにアンチしてくれる子も、ああ、そうやね。よく言ってくるよね。だって俺、あえてわざと頭でかく描いてたりするからな。デッサンそれはいいけど、こっちの方が印象よく見えるっていうのもあるのよ。だから、鼻テカリなんてもうあんなんデッサンじゃないもん。デッサンで言うんやったら、あんな鼻のテカリ方なんかまずせえへんやんけって話。そうじゃない。デッサンとデフォルメを履き違えるなって話。誇張表現とか。こんだけデッサンがどうたら言うんやったら本当に写真通りに描いときゃええわけよ。そうじゃないやろっていう。イラストとしてそっちやったらしょぼくなったりするから、あえて肩幅を大きくしたりだとか、太ももを大きくしたりだとか、お尻をでかくしたりだとかね、するわけよ。その強調の仕方が人によってちょっとずつ違うかったりするから、だから最終的にそういうところが個性って言われるよね。やっとそこで個性って言われる。まずなんとなく書いてみても、正しく書けるようになったら、正しい大きさになったらね、絵って全然面白くないから。本当に面白くない。その通りの大きさみたいになってたりする。だからみんながって亀石さんのイラストとかを描いてた時とかに、やっぱ物足りなさ感じると思うよな。ここなんかもっと胸でかくしてんだけどみたいな。あったりするやんか。そういうのが絶対出てくるはずやねん。描いてたら。真似てたら。完璧にその人みたいにはなれへん。絶対道外れる。どっかで。本当にいらん。個性っていう言葉。勝手にファンが個性つけてくれるわ。ファンの評判が勝手に個性になるやん。だって俺見たことない人とかでもさ、高木先生はなんか辛口で厳しいとかさ、俺を見たこともないのに聞いただけでもう勝手に印象つけられてるよね。内藤直樹先生は優しいけど、高木先生は何々個性話はどうでもいいです。こういうのイラストの印象なんてもうみんな大体真っ先に行くのが太ももとかになってるしさ。みんなは太もも描いたら喜ぶねんから太もも描くやん。太ももチュキーって言って太もも描くじゃない。じゃああの人は太ももの絵描きさんだって。ただ単に別に俺が太もも好きなんじゃなくて、みんなが太ももを描いてたら、喜んでくれるから太もも描いてたら、勝手にあの人の太もも、性的な太ももだなって勝手に言い出しただけ。いい太ももだな。よくさ、割と先生よりきつい人会社にいっぱいいるからとか言うやんか。お前の周りにはいっぱいおるかもしれへんけど、俺の周りにはいないんだから。比べるもんいないんだから、お前のなんか、周りがどうたらの話ってすっごいどうでもいいのよ。言っても本当に意味がない。社会に立ったら、こんなんいっぱいいるでとか言うけど、そいつは社会に立ったことないからそんなん言われても分からへんねん。経験したことないから。みんな俺は一番きついこと言うよ。イラストレーターを舐めてほしくないから。俺はイラストレーターという職業の人たちがすごい人だと思ってるから。本当に尊敬してるから。すごく尊敬してるから。これぐらいで辞めるんだったら、辞めてくれって思ってる。だからそういうのもいい。高木先生がきついとか言ってたらバイトすらできんと思うわ。こんなんもいいねんって別に。話す相手のこう考えてないね。そいつら何も知らない無垢な赤ちゃんやねんから。だって、これ聞いた？お母さんより怖い人いっぱいおんねんでって。社会に出たらな、お母さんよりいっぱい怖い人なんかいっぱいおんねんからなって気ぃつけなあかんないって言うけど、お母さんが一番怖いよ。わかる？いや、おかんが一番怖いけど。こんな感じなの。今目の前の人が怖いのよ。俺は別に恐怖の対象になっておいてくれてええねん。一番印象に残るからそれが。だから今お母さんが怒ってるところに今多分みんなフラッシュバックしたと思うけど、そりゃそうなの。お母さんが一番怖いから。何があってもどんだけ上司に怒られようが、もうみんなの中じゃ絶対お母さんに怒られることが一番怖いはず。そう。止まない雨はないんじゃなくて今寒いって。そういうこと。今寒いのよ。だから俺も添削はそうやってるわけよ。今後のためじゃなくて今直せって言ってるの。今ここだけは直せるやろ。顔が可愛く描けませんって言って、いや、じゃあ顔の可愛い描き方ってこれやねんから、今これやれよ。お前が顔めちゃくちゃに配置してんねんから、顔が可愛く描きたいんだったら、まず綺麗に整理しろよ。これ以外の方法はないから、これをやれっつってんの。今の寒さはしのいでやるわ。いいね撮りたいんですって言うてんねんから、じゃあいいねの撮り方を教えてあげよう。今あったかくしてやるよと言って、だから顔を可愛く描きなさいよ。で、顔の描き方は可愛い描き方はこうだからって言って、それが理解できないんだったら、知らねえわ。こんだけ教えてんのに知らねえわ。